こんにちは。見る要塞のけいこです。今回はワンピースのデザインの作り方をお伝えします。こちらはトップスとスカートの原型の前身頃です。スカートのダーツを移動してウエストラインで合体させるとワンピースの原型になります。後ろ身頃も同様です。こちらが中心線、バストライン、ウエストライン、ヒップライン、アームホールダーツ、ウエストダーツ、そして肩ダーツ。今回初登場の肩ダーツについて少しお話しします。アームホールダーツはバストの膨らみにフィットさせるためのものでした。肩ダーツは肩甲骨の膨らみにフィットさせるためのものです。では実際に布で作ったものを見てみましょう。原型で作ったので体にフィットしているのがわかります。それではデザインの話に移りたいと思います。ここではデザインを3つのタイプ、緩める、つなぐ、合わせるに分けてお伝えします。緩める、原型のウエストダーツを外したゆったりとしたデザインです。裾を広げればフレアを作れます。つなぐ、ダーツ同士をつないでパーツを分割します。パーツの境界線がデザインの一部になります。合わせる、トップスとスカートを縫い合わせれば立派なワンピース。組み合わせを考えるのが楽しいですね。A ラインのワンピースで緩めるデザインを見てみましょう。前身頃から始めます。まずウエストダーツを消します。アームホールの終わりから裾までを好きな分量だけ広げます。後ろ身頃は肩ダーツをなくしたいのでダーツを分散します。アームホールから切り込みを入れて少し開きます。肩線とアームホールを引き直します。後ろ肩線の方が少し長めになりますが、縫う時に入れ込むことで肩甲骨にゆとりが出ます。この後は前身頃と同じです。脇線は前身頃と同じ長さになるようにします。一つ目のつなぐデザインはパネルラインです。アームホールダーツとウエストダーツを滑らかにつないでパーツを分けます。今回は裾を広げてみました。後ろ身頃は肩ダーツを消して前身頃と同じくらいの高さからカーブを引きます。裾も前身頃に合わせて広げます。自分の体に合った線やきれいに見える線を見つけてみてください。2つ目のつなぐデザインはプリンセスラインです。アームホールダーツを肩へ移動します。肩ダーツとウエストダーツを滑らかにつないでパーツを分けます。こ
こちらも裾を広げました。次は後ろ身ごろです。肩のところで前身ごろのプリンセスラインとつながるように肩ダーツの位置を調整します。ダーツを閉じて前後の肩線がぴったり重なるように引き直します。この後は前身ごろと同じです。最後のつなぐデザインはヨークです。アームホールダーツの上の線が水平になるように向きを変えます。アームホールがずれたのでダーツを閉じて引き直します。左右のダーツを滑らかにつないでパーツを分けます。下のパーツはウエストラインから広げてゆったりとしたデザインにしました。後ろ身ごろは肩ダーツを消してパーツを分けます。この後は前身ごろと同じです。合わせるデザインは上下がつながっていて着脱できるように空きがあれば組み合わせは自由です。デザインを3つのタイプに分けてお伝えしました。ここからはアレンジデザインを見ていきましょう。その前にちょっと気分転換、生地の柄の使い方のお話です。こんな可愛い生地を見つけました。こういう風に大きな柄がポツポツある時の柄の使い方をご紹介します。これは下の方に柄を持っていったデザインです。可愛いです。こんな感じですね。こちらはこのトップスの上の方に柄を持ってきました。後ろもこんな感じです。顔の近くに柄があるので、とても顔の周りが華やかになりますね。それからこのデザインもこんなふわふわに作りましたけれども、このように絞っても可愛いですね。ストライプの柄の生地でワンピースを作る時のポイントをお伝えしたいと思います。これがノーマルな縦地で作った縦のストライプのデザインですね。すっきり見えます。スマートに見えます。これを今度はあえて横地で作ってみました。柔らかい雰囲気になります。同じ生地なんですが、縞の方向を変えるとこんな風に雰囲気が変わります。次は斜めですね。バイアスで作ってみました。バイアスは生地が伸びる方向でとても柔らかい感じが出ます。こちらは同じバイアスなんですけれども、前中心で切り替えてこういう柄の使い方をしてみました。比べてみると同じバイアスの使い方でもまた雰囲気が変わってきます。脇線もこんな風に変わります。この後ろは縦地です。
前のように斜めで作るとちょっと座ったりして生地が伸びやすくなるので、後ろは強い縦地を使うと着心地がいいかなと思います。違う色、違う素材を組み合わせることでまたこんな面白いデザインにもなります。下はニットの生地を合わせました。コントラストがあって可愛いですね。このようにストライプの生地でワンピースを作るときに縞の方向を考えて作るのも楽しいですよ。ここからアレンジデザインをお送りします。作り方を想像しながらご覧ください。
ワンピースは1着で完結するので、全体のバランスがとても大切です。全身が映る鏡の前で、できれば少し遠くから見て、生地を体に当てながらイメージを膨らませてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。